ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース、主に2つです。まず第一に、前回取り上げた反プーチン政権派のロシア人による国境地帯への攻撃、その後の展開について解説します。そして動画の後半においては、ウクライナに対する支援についての話をしていきましょう。それではまずは前回ご紹介したロシア人部隊によるロシア本国領への攻撃について、その後どうなったか見ていきましょう。まずは場所の確認。ロシア人部隊による攻撃は、ロシア・ウクライナ国境の町、グライボロンに対する襲撃でニュースになりました。しかし、第一報の後に、この攻撃はグライボロンだけではなく、国境の町その他においても先端が開かれていることが分かりました。グライボロン以外にも、丸2と丸3の部分において、ロシア人部隊による攻撃が行われたのです。なお、ベルゴロド州のベルゴロド市に対するドローン攻撃なども行われており、ロシア側の防備の薄さといったものをついて襲撃は行われたようです。ただし、この攻撃には一つの特徴があります。ロシア軍がウクライナに対する攻撃を行った場合においては、一般市民を巻き添えにするような無差別攻撃が繰り返されているわけですが、今回の攻撃においてはあくまでも軍事拠点やロシア側の情報当局などの施設などを狙っており、いわゆる一般市民に対する攻撃をしているわけではありません。そして早々とこれらの部隊の中から攻撃を終了し、ウクライナ側国境側に戻ってきている人たちの動画が公開されています。今回のロシア人部隊による襲撃は、一言で言えば、撹乱陽動するためのゲリラ戦法の一種だと思われます。ですから、占領を長期的に行うのではなく、あくまでもロシア軍の弱いところを突き、そしてロシア本国領も決して無防備に放置してもいいわけではないと釘を刺す動きだったと言えるでしょう。そして、現在のところ、ロシア本国領に入ったこのロシア人部隊なのですが、ほとんどの場合においてすでに撤収を進めているようです。撤収するにあたっても時間差はあったようです。核兵器保管庫へとだんだんと迫る動きを見せたロシア人部隊に対して、ロシア軍もまとまった戦力をかき集めて反撃に出ようとしたようです。しかし、侵入してきた部隊は別にロシア軍を殲滅しようとしているわけではありませんから、大部隊が迫ってきたなというのを察知したら、速やかに反転し、撤収作業に移行したようなのです。一方において、ロシア側の対応があまりにも遅いところにおいては、なかなか撤収するタイミングもつかず、撤収までの時間がかかったようなのです。このように今回のロシア人部隊による侵入においては、ロシア本国領の町を占領し、そしてベルゴロド人民共和国を作ってロシア領から離脱するといったような流れまでにはなってはいません。しかし、だからといってこれをもってして作戦が失敗だというふうに評価するのは私は間違っていると思います。というのも今回の攻撃においては、国境から侵入し、そして実際にロシア人の住んでいる町まで兵士たちが行き着いているわけですから、ロシア側の防御が全くの手薄だったことは明らかです。このような事例ができた以上、ロシア側はこの周辺に部隊を配置せざるを得ません。そのような動きをしなければならないのはここだけではなく、次は別のところかなというふうにして、非常に長い国境線沿いにある程度の戦力を分散配置しなければなりません。ウクライナ側としては本格的な反転攻勢の時期を見計らっているところですから、このように陽動作戦をし、実際に攻撃が成功したというのであれば、たとえ町の占領ができなかったとしても、攻撃が成功したイコールそれをもってして、その悪影響をロシア側に広げることができたというだけでも、ウクライナ側の狙いとしては十分達成したと言えるのです。それでは続いてウクライナへの支援についての話へと進んでいきましょう。ウクライナへ陸上自衛隊の車両100台規模提供で引き渡し式。ウクライナへの支援として陸上自衛隊が保有するトラックなどが100台規模で提供されることになり、24日、防衛省で引き渡し式が行われました。岸田総理大臣は今月21日にウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、追加の支援として自衛隊が保有する10人乗りのトラック、高機動車や瓦礫処理の対応にあたる資材運搬車などおよそ100台と非常食およそ3万食を提供する方針を伝えました。こちらが今回ウクライナに供与することが決まった高機動車、そしてこちらは資材運搬車です。どちらにしてもそうなのですが、戦車や歩兵戦闘車のような攻撃力を持った兵器ではありません。いわゆる縁の下の力持ちとでも言えるような部隊の行動を支えるような車両たちであり、現在の日本の法制下においてもウクライナを支援するために送ることができます。なお、資材運搬車は
いかにも小さな戦車っぽい見た目ではありますが、速度は20キロ程度しか出ません。あくまでも物資を搬送したり、悪路を乗り越えるための車両であって、これを供与したからといって、ウクライナ軍の戦闘車両として使われるわけではありません。一方、ドイツにおいては、旧式戦車レオパルト1の再生が進んでおり、ウクライナ軍兵士に対する訓練が開始されるそうです。訓練期間は4から5週間程度で、第1陣の引き渡しは30両程度。今後再生される戦車は、最大で100両程度にまで及ぶそうです。各国レオパルト2を供与し終わって、現在のところは残念ながら戦車の供与は行き詰まっているとも言えます。続いては、スウェーデンからウクライナへ供与される歩兵戦闘車 CV90 の輸送風景。こちらの動画はドイツにおいて撮影されたそうです。これまでスウェーデンはレオパルト2戦車、そして自走砲アーチャーなど、まさに現役の兵器、それらの中でも特に新しいものについてもウクライナへの供与を発表してきました。歩兵戦闘車 CV90 もウクライナに供与される歩兵戦闘車の中ではまさに最新式のものと見られることから、ウクライナ軍にとっては非常に強力な支援となります。スウェーデンから供与される戦車、歩兵戦闘車、自走砲、この3つが部隊に行き渡り配備された時が、ウクライナ軍にとっても本格的な作戦を始動させるタイミングとしては最もふさわしいかもしれません。ウクライナに対する軍事支援については、欧米各国をはじめ一つ山場を迎えていると同時に、残念ながら一つピークアウトした面もあります。例えば戦闘機連合を作って F16 戦闘機をウクライナに供与する流れというのもようやく動き始めました。各国においてウクライナ軍パイロットに対する訓練が実施されるといった話なども出ていますが、供与される F16 戦闘機の数については残念ながら何百機という数になるわけではありません。あくまでも F35 戦闘機などへ切り替えるそのタイミングにおいて退役するぐらいであればウクライナに供与しようという数にある程度限定される面があるのです。また F16 戦闘機が供与されたからといってこれをもってして一夜にしてウクライナ軍が制空権を得るといったわけではありません。着実にウクライナ軍の底力を上げるものではあっても、戦場においては総合力の勝負ですから、なかなか劇的な展開といったものをもたらすような兵器というのはないものなのです。しかし、それぞれの国ができる範囲での軍事支援などを通じて積み重なったからこそ、今のウクライナ軍があります。2022年から2023年へと戦いは続いているわけですが、明らかにロシア軍の侵略の速度は落ちており、決して初期のロシア軍のような占領地域をどんどんと広げるような光景といったものは全く見当たらないような状況になっているのです。そのように占領地域をどんどんと広げる当てがなくなってきたロシア軍だからこそ、現在ではほとんどの地域において守りを固めるための陣地の構築に力を入れているのが現状です。そして守りを固めれば士気が低い兵士であろうとも実際に打ち破るのは大変なことですから、ウクライナ軍も慎重に反転攻勢の時期を伺っています。そして少しでもロシア軍の隙を生み出そうとして東部や南部戦線とは全く逆の離れたところ、北部のロシア国境においてロシア人部隊の陽動をかけているわけです。ロシアがこのような陽動に対して備えを固めるのではなく放置するのであれば、ウクライナ側は引き続き北部においても陽動作戦を続けるでしょうし、守りを固めたとあれば、その分だけ戦力がどこからか持ってこなければならないので、必ずどこかに隙が出るはずだと考えているはずです。このあたりは私たちの知らないところでかなりの駆け引きが行われ、それに伴って反転攻勢の本格的な始まりの時期がずれたり場所が変わったりといったことがきっと起こっているでしょう。何にしても現在のところ、欧米から供与された戦車たちが戦場には投入されていない様子なので、これらの戦車たちはいつ姿を見せるか、そして姿を見せたからには、なんとか良い結果を引き出してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画ではまたお目にかかりましょう。またね。